今日はみたらし団子を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、みたらし団子を作っていきたいと思います。私のチャンネルでも何回かみたらし団子レシピはご紹介してるんですが、今回はとてもシンプルにお団子は白玉粉とあとはお水だけで作っていきます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお団子の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、お水。今回はね、手軽にこちらの2つの材料でお団子を作っていきます。お団子を作るときは上新粉などを使う場合があるんですけれども、今回は手軽に白玉粉だけで作っていきたいと思います。白玉粉はかなりもちもちっとした仕上がりになります。お好みで上新粉などを使って作っていただいても OK です。それでは続いてみたらし団子のタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お砂糖、お醤油、みりん、片栗粉。こちらの材料でみたらしのタレを作っていきます。お砂糖に関しましてはこちらはお好みの通りを使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずお団子の生地を作ります。ボウルに白玉粉を入れてください。そしたらここにお水を入れます。はい、そしてこちら白玉粉を潰すように混ぜてください。だんだんね、ひとまとまりになってくると思います。このようにひとまとまりになって指で触っても指にくっつかないぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。もしですね、ちょっと緩くなりすぎてしまったなと思った時は白玉粉をプラスしてください。逆にボソボソして固まらないよという時はほんの少しずつお水を加えて硬さを調整してください。そしたらこちらをね、丸めていきます。お好みのね、大きさで丸めていただいて OK です。このように丸めてください。では残りも同じように丸めていきます。全部丸め終わりました。今回は全部でね、14粒になってます。こちらは目安にしてみてください。そうしましたら今からこちらをお湯で茹でていきます。それではお鍋にたっぷりのお水を張って、そして一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めます。そしてこのお団子をきれいに丸め直してお湯の中に入れてください。火を止めてるのでね、焦らずね、丸め直して入れていただいて OK です。そして全部入れたらもう一度火にかけましょう。火加減は中火です。このまままずこのお団子が上に浮き上がってくるまでですね、それまで加熱してください。はい、今ね3分ちょっと経ちました。このように上にねお団子が浮いてきたの分かりますかね。浮いてきたらここからさらに1分茹でてください。そして茹で上がる前にこのように氷水を用意しておいてください。はい、1分経ちました。そしたら火を止めて網ですくって氷水の中に入れましょう。はい、こんな感じです。そしたらこのままだいたい 2,3 分ですね。このように水に浸しておいてください。それでは竹串に刺していきます。今回は15センチの竹串に刺していきます。このように水気を切って、そしてお団子の真ん中に串を刺してください。このようにね、お団子の中心に串が来るように刺してください。それではどんどん刺していきます。一串に4玉ぐらいですね。このように刺してください。ポイントなのがこの上の部分なんですが、竹串の先が飛び出ないように刺してください。それではね、残りも同じように刺していきます。はい、このように串に刺しました。15センチの竹串に4粒刺したものが3本と、あとは2つ余ってるので、こちらは爪楊枝に刺してます。このね、刺し方などはお好みでやってみてください。そうしましたら続きお団子を焼く前にみたらし団子のタレを作っていきます。まずお鍋にお砂糖、そしてお醤油、みりん、あとは片栗粉、そしてお水を入れます。これを火にかける前に一度よく混ぜてください。
これでよく混ざったら火にかけましょう。火加減は中火です。このままよくかき混ぜながら加熱してください。最初は白濁としてるんですが、だんだんね透明感が出てきます。加熱してる最中は必ずよく混ぜながら加熱してください。1分ぐらいするとね、だんだんとろみが出てきます。はい、今ね1分半経った状態です。くつくつ沸騰してきて、全体にねしっかりとろみがついてきました。あとは透明感が出てくるまでですね、加熱してください。はい、今ね全体がしっかり沸騰してから1分ぐらいですね加熱しました。そうするとこのように透明感が出てきます。トータルでだいたいね2分半から3分ぐらいを目安に加熱してみてください。そしたら火を止めます。こんな感じですね。このように透明感が出てくれば OK です。そしたら使うまでこちらはこのまま置いておきます。それではですね、今からこちら餅の焼き網を使って焼き色をつけていきたいと思います。もしこういったものがない場合はフライパンに薄くサラダ油を塗っていただくか、もしくはテフロン加工のフライパンを使ってそして焼き色をつけていただいても OK です。焼き色が面倒な場合はね、そのままみたらしのタレをかけて召し上がっていただいても OK です。こちらの網なんですが、ご家庭用のセンサーがついているもので使うと途中でね火が止まりやすいので、今回はこのガスコンロでね焼いていきたいと思います。そしたらまず火にかけます。火加減弱火でこのまま1分ほどですね網を温めます。はい、で1分ほど経ったらお団子を置いていきます。小さいのもね置いていきます。このままね焼き色をつけていきます。先ほど説明したんですが、この竹串がですねお団子の先を飛び出してしまうと焦げやすいので、先っぽはねお団子の中にしまうようにして焼いてください。あとはね弱火から弱めの中火くらいで火加減を調整しながら焼いてください。ちょっと火の当たり具合でね焼き色とかが変わってくるので、ちょっと調整しながらね焼くようにしてください。はい、で焼き色がついたら裏返します。網で焼くとねこんな感じで焼き色がついてきます。焼き色がついたものから取り出します。このように焼き終わりました。それでは最後あんをつけていきます。バットなどにあんを入れて、そして全体に絡めましょう。このように美味しそうに仕上がりました。それでは残りもね同じようにあんを絡めていきます。はい、これでみたらし団子の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねタレもたっぷり絡まって美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが爪楊枝に刺して作ったあんになります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お団子がねすっごくもちもちです。そして白玉粉だけ使ってるので食感がねちょっとプルッとした滑らかなお団子に仕上がってます。美味しい。そしてね焼き色がついてるので香ばしさも加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のみたらし団子のポイントです。まずですね、今回のお団子なんですが白玉粉とあとはお水だけで作ってます。通常ね上新粉とかも使ったりするんですが、今回は手軽に白玉粉だけで作れるレシピをご紹介しました。上新粉を入れるとねもうちょっとお団子感が出るんですけれども、白玉粉だけで作るとプルプルでもちもちっとしたお団子に仕上がります。そしてお団子を作る時なんですが、お水を加えてそして白玉粉を潰すようにしっかり混ぜてください。目安としては指で触っても指につかないぐらいですね。そのぐらいを目安にしてください。もし生地が緩くなってしまった時は少し白玉粉を足して調整してください。逆にですねボソボソになってしまった時は少しずつお水を足しながら調整してください。そしてその後ですねお団子を丸めるんですが、こちらはお好みの大きさで丸めていただいて OK です。そしてお団子を茹でる時のポイントです。茹でる時はですね一度軽く形を整えてからお湯の中に入れてください。そして火にかけてくつくつ沸騰させて、そしてお団子が全て上に上がってきた状態からさらに1分間しっかり茹でてください。そして竹串に刺す時なんですが、こちらは何個ね刺していただいても OK です。刺す時のポイントはお団子の真ん中に竹串が来るように刺すようにしてください。さらにですねこの一番上のお団子が竹串からはみ
み出ないようにだけ注意してください。はみ出てるとお団子を焼いてる時に上の部分まで焦げてしまいますので、はみ出ないようにね刺すようにしてください。そして今回はお餅を焼く焼き網でねお団子を焼きました。そうするとより本格的な仕上がりになります。もしこういったものの準備がない場合は、フライパンに薄くサラダ油を敷いて、そしてお団子の表面を軽く焼いてみてください。そうすることで香ばしい仕上がりになります。そしてみたらし団子のタレに関しましては、材料をすべて混ぜてから火にかけて、そして透明感が出てくるまでしっかり火入れしてください。材料手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はみたらし団子を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。